はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アコースティックギタリストの熊谷智久です。今回は、ソロギターの基礎練習に、最適なですね、半音階というのを、紹介したいなと思います。半音階のクロマチックスケールとも言うんですが、クラシックギターのですね、基礎練習で非常によく使われる練習でですね、僕も、ギター教室でソロギターの練習をしている方にですね、おすすめしたり、レッスンの最初でしたりという基礎練習として取り入れているんですが、今回はちょっとそれをですね説明していきたいなと思います。まずですねゆっくりちょっと弾いていきたいなと思いますので、楽譜をちょっと出しながらですね、スローで弾いていきます。という形になります。半音階というだけあって、1オクターブをですね1オクターブの全部の半音、12個あるんですが、それをもうずっと順番に弾いていくという音階になっていまして、6弦の開放弦の6弦の0フレットから、1弦の12フレットまで、いって、で最後そこから戻ってきて、1セットという形になっていまして、やってること自体はものすごく単純なので分かりやすいかと思うんですが、非常にここにそのソロギターのですね左手の基礎が、結構詰まっていまして、まず親指はしっかり後ろでですね、クラシックホームで下げると、ローポジションの最初の1234フレット、ここまでは、親指は2フレットの裏で、真ん中より少し下のあたりですね。で、登っていく、方のこういう時ですね、登っていく方のフレーズは、この指を例えば、人差し指が1フレット、中指が2フレット、薬指が3フレット、小指が4フレットという形になるんですが、1,2,3,4ときた時に、ずっとその指をですねこんな風に離してしまわないようにですね、しっかり置いていって、で次の5弦の開放弦、次の弦の開放弦を弾いた時に全部一緒に離す。でまた5弦は0,1,2,3,4ときて、で離すというふうにですね、ずっとこう指を離さずにこう置いていくというところですね。で置いていくというふうにすると、例えば握ったような状態でやってるとこう開きにくかったりするので、しっかり親指を下げて各フレットにですね、指がちゃんと収まっているような状態で、こんな風にですね弾いていけるといいかなと。で、ずっとここまで1弦1,2,3,4まで来ると5フレットに移動させてもうずっと置いていくと。で今度反対に下っていく時は全部置いた状態でですね、置いた状態から1本ずつ離していくと。なので全部一緒に置く、離していく、全部一緒に置く、離していく。下りは全部置いてから離していくという形になります。この順番にこういうふうに置いていかずにですね、全部一緒に置くと。これでこの指を開くですね、この指のストレッチの動作の練習にすごくなるので、しっかり離すというところですね。で、ここから難しいところなんですが、この、クラシックフォームがですねしっかりできているかどうかというのが、この人差し指の部分が、グリップフォームの場合はこういう角度になるんですね。こういう斜めに角度になるんですが、クラシックフォームでしっかり指をストレッチする場合ですね、大体の場合逆に人差し指がこっちからこう出るようなですね形が一番こう
指が開きやすい形になっていますので、ここの人差し指がですね、しっかりとこういうこの人差し指の根元と第二関節がしっかりこう伸びてまっすぐなるようにですね、こういう状態ですね、こういう状態になるように、こうならないようにですね、ならないように、手のひらとネックもしっかりこう距離をとって、開くというふうにするところですね。この辺りがかなりこの、半音階しっかり、指を出すというのが難しいところなので、このちょっと指のフォームをですね一緒に見てもらいながら、確認してもらえるといいかなと思います。で、だいたいこの4フレットまでのフォームが一番難しいと思うので、フレット幅が広いのでですね、場所としては人差し指と中指がフレットのこう端っこで、薬指と小指はフレットの真ん中あたりですね。全部をこう端っこに狙う必要はないので、中指と薬指が人間の指は一番開きにくくなっているので、人差し指中指を端っこに持ってきて、薬指小指は真ん中ぐらいというところでですね、狙うようにするとある程度ですね無理なくいけるようになってくるんじゃないかなと思います。この次は右手の弾き方になるんですが、左手慣れた後ですね、右手は以前の動画で説明していた人差し指と中指の交互で弾くという、人差し指が I、 中指が M、薬指が A と、で親指は P ですね。この呼び方で呼んでるんですが、人差し指と中指の IM で弾いていくというですね、ちょっと一回弾いてみると、ずっと交互にですね、まず人差し指から始めるといいと思います。人差し指と中指の交互で、上がって下がってというところをですね、練習してもらえると、ちょうど左手のソロギターの基礎と、で右手の単音弾きのソロギターの基礎がですね、両方同時にチェックできるという練習法になっていますので、ぜひこれをですね、練習の、最初もその日のギターをこうポッと持った時にですね、最初登って下ってで1セットですが、これを2セットぐらいですね最初必ず練習して、やっていってもらえるといいかなと思います。で、人差し指と中指の IM が慣れてきたら、今度やってもらいたいのは中指と薬指の MA のですね、この交互ですね。中指薬指はなかなか最初動きにくいと思うので、この動きですね、中指薬指は、結構動きにくいと思うんですが、やっぱりその薬指を鍛えるという面でもですね、すごくこの2つは、しっかり練習しておいて損はない動きだなと思いますので、この IM と MA のこの2つをですね、2セットずつぐらい、練習してから、曲の練習に入るというふうにしてみたりするのもすごく効果的だと思います。もし動きで分かりにくい点があったら、コメント欄に書いていただければ回答させていただきたいなと思いますので、よければコメントいただければ嬉しいです。はい、ということで、最後までご覧いただきありがとうございました。